コンポーネントパスセンサーの使用方法について説明します。コンポーネントパスセンサーとは、パスと呼ばれるコンポーネントを格納する動作設定に格納されているもののみ検出するセンサーです。他の種類のセンサーについては、動画、レイキャストセンサーを使ってみよう、ボリュームセンサーを使ってみようを参照してください。事前ファイル、パスセンサー、アンダーライン、before.vcmx を開きます。シミュレーションを実行します。ワークが生成され、コンベア上を移動していることがわかります。シミュレーションをリセットします。オリジナルのコンベアを簡単に作成する方法については、動画、ウィザードを使ってコンベアを作ってみようを参照してください。コンベアの内部設定の詳細については、動画、2way パスを使ってみようを参照してください。ワークがコンベアの中央に到達したとき、ランプを点灯させます。センサーが検出する位置を設定するため、フレームを追加します。フレームとは 3D ワールド上で位置と方向を定義する基準点です。コンベアを選択し、モデリングタブを開きます。ジオメトリーグループのフィーチャーを展開し、その他からフレームを選択します。3D ワールドにフレームが表示されない場合、3D ワールドツールバーのフレームタイプを展開し、フレームにチェックをつけます。フレームタイプアイコンが透明な場合、機能は無効となっているため、アイコンを選択し、有効にする必要があります。3D ワールドにフレームを表示できます。フィーチャープロパティウィンドウで名前をミッドに変更します。フレームを移動させます。ミッドを選択した状態でツールグループのスナップを選択します。スナップは選択しているものを 3D ワールドの選択した位置に移動できる機能です。選択しているものの原点を基準に移動できます。コンベアの中央を選択します。ワークを検出するためセンサーを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、センサーからパスを選択します。センサーの位置をフレームを選択して定義します。プロパティウィンドウのフレームでミッドを選択します。ワークの検出を通知する場合、ブールシグナルを設定します。ブールシグナルはオン・オフの値を送受信できるシグナルです。ランプにワークの検出を送信し、点灯、消灯するため、ブールシグナルを設定します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからブール型を選択します。プロパティウィンドウの名前をディテクトに変更します。コンポーネントグラフウィンドウでコンポーネントパスセンサーを選択します。ブールシグナルでディテクトを選択します。現時点ではシミュレーションを実行してもワークを検出しません。コンポーネントパスセンサーを使用する場合、パスに設定を追加する必要があります。コンポーネントグラフウィンドウのワンウェイパスを選択します。パスとセンサーを接続するため、プロパティウィンドウのセンサープラスアイコンを選択します。Add Sensors Items ウィンドウでコンポーネントパスセンサーを選択します。コンポーネントパスセンサーの検出する位置はパスの経路内に存在する必要があります。パスの経路にミッドを追加するため、パスプラスアイコンを選択します。Add Pass Items ウィンドウでミッドを選択します。パスのフレーム名にカーソルを合わせ、表示される矢印を選択することで、経路の順番を変更できます。経路の順番は、スタート、ミッド、エンドです。センサーがワークを検出したとき、ランプを点灯させるため、シグナル同士を接続します。コンポーネントグラフウィンドウでコンベアを選択します。接続グループのシグナルを選択することで、3D ワールドと画面右側にシグナルウィンドウが表示されます。コンベアのディテクトを選択した状態で LED インジケーターライトのブーリアンシグナルを選択します。
シミュレーションを実行します。ワークがミッドに到達したとき、ランプが点灯していることがわかります。現在、ワークの最初の辺がミッドに到達したとき、センサーシグナルがオンになり、最後の辺がミッドに到達したとき、センサーシグナルがオフになります。シミュレーションをリセットします。センサーが検出するワークの位置を変更できます。コンポーネントグラフウィンドウでコンポーネントパスセンサーを選択します。プロパティウィンドウのトリガーでセンサーシグナルをオンにするワークの位置を変更できます。リーディングエッジは最初の辺、原点はコンポーネントの原点、トレーリングエッジは最後の辺です。なしを選択することでセンサーを無効化できます。リセットはセンサーシグナルをオフにするワークの位置を変更できます。トリガーを原点、リセットをなしに変更します。シミュレーションを実行します。ワークの原点は底面の中心にあるため、ワークの中心がミッドを通過したとき、センサーシグナルがオンになります。リセットをなしとしたため、シミュレーションをリセットするまで、センサーシグナルはオフになりません。シミュレーションをリセットします。センサーの検出位置をフレーム以外で設定する方法を説明します。コンベアのコンポーネントグラフウィンドウを表示し、コンポーネントパスセンサーを選択します。プロパティウィンドウでリセットをトレーリングエッジに変更し、センサーシグナルの値がリセットされるようにします。距離に200と入力します。距離に数値を入力することで、パスのスタート位置からの距離でワークの検出位置を設定できます。コンベアの長さは 2000mm です。シミュレーションを実行します。スタートから 200mm の位置でセンサーシグナルがオンになったことがわかります。シミュレーションをリセットします。距離に0より大きい数値を入力後、0に戻した場合、フレームで設定した位置で検出しません。フレームを設定し直す必要があるため注意が必要です。ブールシグナル値を無効にした場合、ブールシグナルの値が反転します。検出したワークをコンポーネントとして送受信する方法を説明します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからコンポーネントを選択します。コンポーネントシグナルはコンポーネントを値として送受信できるシグナルです。プロパティウィンドウの名前をワークに変更します。コンポーネントグラフウィンドウでコンポーネントパスセンサーを選択します。プロパティウィンドウのコンポーネントシグナルでワークを選択します。検出したワークの情報を表示するため Python スクリプトを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトエディターが自動的に開きます。シグナルの値が変化したとき、処理を実行するため関数 onSignal に記述します。関数 onSignal の引数シグナルには Python スクリプトに接続されたシグナルが入ります。if signal.value エクスクラメーションマークイコール none と記述し、センサーが検出したとき、以下の処理を実行します。プリント signal.value.name と記述することで、検出したコンポーネントの名前を出力ウィンドウに表示できます。else と記述し、センサーが検出していない時の処理を設定します。プリント none と記述し、文字列で none と表示します。Python スクリプトをコンパイルします。Python スクリプトとシグナルを接続します。コンポーネントグラフウィンドウでワークを選択します。プロパティウィンドウの接続プラスアイコンを選択します。Add Connections Items ウィンドウで
Python スクリプトを選択することで接続できます。シミュレーションを実行します。出力ウィンドウにワークのコンポーネント名と None という文字が表示されたことがわかります。シミュレーションをリセットします。コンポーネントパスセンサーの使用方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。